はい、どうも、おじさんです。ということで、今回からホワイトアルバム2、幸せの向こう側やっていきたいと思います。ちょっと音がでかかったりするのかしら。ちょっと待てよ。あれだ、コントローラーの設定がおかしいんか。そうやね。前回までホワイトアルバム、ずっとシリーズというか、連続して、製品版フルでやってきたんですけど、それがね、終わりまして、で、今回から、ホワイトアルバム2やろうと思うんですが、舞台としては一応ね、その、前作、ホワイトアルバム1から、だいたい、10年くらいだったっけな。10年後くらいだったはずです。なので、時間軸的には、1990年くらいかな。90年から2000年の差し掛かるとか、確かそれからやったような気がするんよな。なんか、あれは忘れました。細かいあれは忘れました。全体の音声を、あれしながら。そうですね。BGM は、これくらいか。バックグラウンドミュージックということで。で、効果音はやや上げつつ、ボイス、サンプルがねえな。画面サイズ、調整できるんや。へえ。関係ないけどね。ボイスはちょっとやりながらってことで、お許しください。全体音量をこれにしといて、これをデフォルトとしよう。30。それくらいやな。で、はい、いいえの確認。テキスト送りの音声停止する。で、そうか。今回ね、パソコン版はあれだったんですけど、主人公にもボイスがあります。アニメ化するような作品なんでね。それもありつつ、だからだいぶ楽です、おじさんは。おじさん的にはすごく楽です。それでもトカゲの部分はいっぱいあるんで、あれなんですけどね。よし。ということで、初めから行きましょう。特に、そうやった。説明するの忘れとった。この、後でいいか。どうしてこうなるんだろう。初めて好きな人ができた。一生ものの友達ができた。嬉しいことが2つ重なって、その2つの嬉しさが、またたくさんの嬉しさを連れてきてくれて、夢のように幸せな時間を手に入れたはずなのに、どうしてこうなっちゃうんだろう。とうとう降ってきた。ここに着いた時からいつ泣き出すかもしれなかった空はちょっとだけ意地を張り、その涙を冷たい風で凍らせた。耳をつんざくジェットエンジンの音がゆっくりと遠ざかっていく。その騒がしさをかき消すように空から降りてくる粉雪はますますその数を増やしていく。俺はそんな白さの源を探すため真上にある空を見上げる。やや音大きいな。失礼。ここか。いや、そんなのは言い訳で、本当は目の前の現実から目をそらすために。
具体的には今飛び立っていくあの飛行機を絶対に視界に収めないために。とうとう降ってきた。ずっと3人でいることを誓い合った日にも、3人から2人が抜け出してしまった日にも。そして今日、2人から1人が去り、1人と1人が残されてしまった日にも。いつも俺たちの分岐点に現れて、辛いこと、悲しいことを覆い隠すように雪が降り積もる。あいつは去った。そして俺とあの子だけが残った。帰ろうよ。もうここには何もないよ。だな。言葉とは裏腹に足は一歩も動かない。せめて空港の中に戻ろう。あったかいコーヒーでも。うん。空を見上げた視線を声の主に戻すことすらしない。そしてそんな突き放した態度を謝ることすらしない。春樹くん、一度最低の裏切りをしてしまった相手だから、もうずっと最低を貫かなくちゃならないから。どうしても私のお願いを聞いてはくれないの？別に。だから俺なんかに優しい言葉をかけないでほしい。あなたがずっとここから動かないって言うんなら。私こうしてる。あなたが消えてしまわないようにずっとこうしてるから。背中に感じる柔らかさと温かさ、俺の胸に回されしっかりと握りしめられた両手の強さ。こうされることが嫌なら、あの子を裏切ってしまうって辛く感じるなら、そして心を締め付ける重さ。早くここを動いて、私を振りほどいて。そんな背中から伝わる温かさに凍りつく。ねえ、春樹くん。彼女が純粋であればあるほど自分の罪深さに押しつぶされる。これ以上ここから動こうとしないなら、こんなに優しくしてくれて精一杯我慢して背伸びして許して、自分の中のしこりを俺のために全部抑え込んで、勘違いするよ。なのに悲しさのあまり、あなたが私を受け入れてるって最低の思い込みしちゃうよ。そんな瞬間も俺の頭の中で占めているのがあいつのことしかないって事実に。とうとう降ってきた。一番大切なものを失った日にも、やっぱり俺の前にその白い姿を見せてくれた。雪は覆い隠してくれる。辛いこと、悲しいこと、そして見たくもない真実を。ただ白く綺麗なだけの世界を目の前に広げ、俺たちをそこに置き去りにしてくれる。けれど所詮雪は雪であり、一度溶けたらそうやって隠していた事実を、忘れていた思いをもう一度白日のもとにさらす。黒く汚れぐちゃぐちゃに踏みつぶされた泥のように。
ちょっと待てて、お前まで行っちまうの？話せよ。てかなんで俺だけ残んなきゃなんないの？お前だけじゃないって。ほら、ここにはまだ3人も。いいや2人だ。つい10分前まで6人いたのにな。仲間割れだよ。空中分解で電撃解散だよ。びっくりだ。ドラムどうすんだよ。他にいないんだぞ。放り出す気かよ。じゃあベースは？キーボードは？そもそも最初にいなくなったボーカルは？そんなの俺が何とかしてみせるって。もともとが一月で集めたメンバーだし。今度の一月後は学園祭本番だな。でどうやって間に合わすの？最初から上手いやつらに頼むとか、音楽家の連中とか。あいつらが普通科のお遊びに参加するかよ。そうなんだよな。毎年仲間内だけで寄り集まって自己陶酔の小難しいのばっかやりやがって。俺らを違う意味で夢の世界に誘ってくるやつらだぞ。いっつもわけわかんねえクラシックを次から次へと。お祭りだってのにしらけるは眠いわ。楽しんだもの勝ちってこと分かってないんだよ。毎年毎年コンクールみたいにピリピリしやがって。空気読んでねえよな。本人たちは芸術のつもりかなんだか知らねえけどさ。まったくな。はあ、本当に参るぜ。と話がまとまったところで俺は行かせてもらう。いつの間に振りほどいた。頑張ってくれ飯塚。成功を祈ってるぞ。草場の陰から白旗くらいは振っててやるからな。てめえこら藤代、裏切り者、戻ってこい。習うぞいつか思いっきり話すぞ。頼むよ、戻ってきてくれ。ったくどいつもこいつも。学園祭の主役は自分たちだって意識がないんだよな。だからすぐに投げ出しちまう。何のための学園生活だよ。若いうちしかできないことってあるだろ。おい、そうやって絶望感を煽るな。まだ終わってねえよ。お疲れ。男と男の修羅場が終わると、そこには男と男の2人が残っていた。というかあいつら、俺がここにいるのもすっかり忘れてエキサイトしてたし。ある意味仕方のない展開ではあったけど。なあ春樹、どうしよう。とうとう俺とお前の2人だけになっちまった。いいや、一人だ。10分前まで6人いたのにな。裏切り者、お前がいなくなったらギターどうすんだよ。お前もギターだろうが部長。残ったのはギターが2人。今やとてもフォークな軽音楽同好会。なんでこんなことに。もう学園祭は来月だってのに。お前が俺の忠告を聞かずに勝手に話を進めるからだ。だって春樹、説教くせえんだもん。いいか竹谷、俺は最初から言ってたよな。あの子を入れるのはやめとけって。言ってるそばからこれだし。そう、発端は一人の下級生。別に女の子のボーカルが悪いなんて言ってない。けどこうなることは十分予測できたはずだよな。2年 C 組柳原友でいいのかな。去年の学園祭の裏コンテスト、ミス、北条大附属にて、準優勝を獲得した逸材にして今年も堂々の優勝候補。んなこと言ったって彼女の方からどうしてもやりたいって。噂では芸能界入りを狙っているらしく、そのため今年のコンテストにかける意気込みは並々ならぬものがあったようで。見返りは？自分の奥底にある思いを精一杯表現したいって情熱を誰が止めることができようか反語で、今年の学園祭ではどうやら当日のアピールをステージに見出したらしく。んで見返りは？
ちょっとだけ手付けをいただきました。その煽りを食らったのが我らが軽音楽同好会。毎年学園祭の3ヶ月前に集まる有志によって脈々と受け継がれるこの適当な呼称を持つ当会は、今年は我が、そこそこの友飯塚武也によって旗揚げされた。お前にしては珍しくしてやられたな、竹谷。その結果がこれだ。そこに唐突に加わった紅一点はメンバーの中に様々な圧力をもたらした。女は見かけによらね。要するに完全無欠のサークルクラッシャーだった。やってることお前と同じじゃん。彼女の加入を快く思わないメンバーをなりふり構わない手段で懐柔して全員を自由自在に操ろうと画策していた。俺は見るからにそういう人間だからいいんだよ。なぜそこまで彼女の手口に詳しいかというと、まあ俺も彼女のターゲットの一人だったからだけど。俺をそこまで深く納得させたって何の得もないぞ。まさに怪獣という言葉がぴったりくるくらいに柔らかそうだった。何がとはあえて言わない。春樹、どうする？確かに困ったことになったな。もうエントリーは済んでるし、プログラムも入稿寸前だし、何が何でも形にしないと。そうだな、深刻な事態だ。今から間に合うようなやつに心当たりないし。お前あるか？いや、残念ながら。だよな。かといって音楽家の連中に頭下げるのも。足元見られて散々こき下ろされた挙句断られるか、一言のもとに切って捨てられるか、どっちかだろうな。どうすりゃいいんだよ。本気で参ったな。八方塞がりだ。春樹、ん？お前全然困ってないだろ。思いっきり他人事だろ。そんなことないですよ。お前の場合弾いてる曲でわかんだよ。つかわざとだろ絶対。ああ、いや、これは体が勝手に。もういい。お前におんぶに抱っこで全部丸投げしようとしてた俺がバカだった。ってそんな都合のいいこと考えてたのかよ。探してきてやるとも。ベースの天才とドラムの天才とキーボードの天才と、あと極めつけの美少女ボーカリストをな。お前ちっとも懲りてないだろ。本当はそうなんだろ。じゃあな、後で泣いて頼んだって入れてやんねえからな。はあ。というわけで週に2回しか使わせてもらえない第一音楽室にたった一人残されてしまう。あと1ヶ月半。ここで練習できるのも残り10回を切ったところで、事態は綺麗に無垢にまっさらに白紙に戻ってきた。どうするかな。無責任かつ火種な、軽薄、部長の手前、こっちも無関心を装わせてもらったが、そうは言ってもこの事態、ある程度の想定はしていたけど、期待をしていたかというとむしろその逆だったりして。ほとんどできてたのにな。たとえボーカルが男同士の友情を天秤の重りくらいにしか考えていない計算高い科学者だったとしても、それでも人気と外見とこび慣れた態度があれば、俺の目的は結構な確率で達成されたんだろうけどな。本気で参ったな。北条祭を来月に控えた秋も深まる10月の夕暮れに、俺北条大風3年 E 組北原春樹は誰も聞いていないのをいいことに盛大なため息をついた。
予想の修正？ああ、2年の柳原を20丸から10丸に変更で頼む。それはともかくとして、学園祭でミス北条大附属実行委員を担う身としては、その逆境すら情報戦の一つとして利用するしたたかさが必要だったりする。つい先週まで小木曽の3連覇に寄進号って言ってたのに、どういう風の吹き回しだ？選挙ってのは生き物なんだよ。昨日までの予想が今日はまるっきり役に立たなくなる。俺たちは毎年そんな生きた情報と戦わねばならない。ってことは今年も波乱はなしか。お前、俺の話聞いてたか？今日の予想は明日には。まあでも個人的には小木曽独走で全く依存ないけどな。それには同意せざるを得ないな。おい待てトーマ、こっちを向かんか。今は何時だ？8時35分。遅刻だ。今週だけで3度目だぞ。どうも。勝手に座るな。その前に何か言うことはないのか？すいません。なんだその態度は。謝れば済むとでも思ってるのか？すいません。そんな誠意のない謝り方があるか？すいません。たく、親が親だからっていい気に。手が滑りました。すいません。なかなか険悪なあれがあるな。結構こういうの多いんだけど、これってやっぱあれなんかな。聞きたいみんな。聞きたい。それともそれを無視して話し続ければいい。どうしようかな。北条大附の学園祭はキャンパスが、隣接する、北条大の学園祭と同日開催で行われる。近所どころか県外からも多くの人が押し寄せる。北条大に比べ、そりゃ悲しいほどの規模の差を誇るまさに付属した祭りなのは仕方のないところ。それでも大量に押しかける、北条大祭側の客を騙したりすかしたり休憩所と偽ったりで勧誘して毎年そこそこのにぎわいを見せている。中でも向こうの看板イベントにあざといまでに便乗し、ある意味本家以上に内輪で盛り上がるのがこのミス北条大附。本家のミス北条大は北条大最終日のステージを独占して行われ、マスコミまで注目する一大イベントと化している。けれど大学ほど自治権を認められていないしがない付属。いろいろと世間の批判とかも考慮した職員側の判断もあり、ミスコンの正式開催が理事会で通ることはなかった。となると逆にちょっと背伸びしたくなるお年頃の不大生。体制に従うふりをして地下に潜った。しかし地下でくすぶっているような先輩処刑では、彼らは、付属祭実行委員会を2段構えで組織してめでたくミス、北条大附は裏開催される運びとなった。それが10年くらい前の話。そんな反社会的な伝統に限って絶えることなく脈々と受け継がれるのはこの世の常で、ステージイベントもない、水着審査もない。ただ当日配布される写真入りパンフレットをもとに普通に学園祭を楽しんでいる参加者を探し、気に入った女の子に投票するだけの裏コンテスト。そんな華々しくない、学生側の、自主規制と学園側の黙認によって成り立っているイベントはすでに、付属祭の裏目玉として定着した趣がある。付属祭って入ってこんな感じがなお俺がここに入学して以来そのトップの座は一度も揺らいだことがない。
ま、それはともかく。おはよう。毎日毎日。毎日毎日あ、ごう。めん。律儀に5分の遅刻だな。ほう。ほう。まあいいさ。あ、ちなみに、ここら辺でちょっと話しておこうかな、せっかくだし。はい。こちらの、ホワイトアルバム2なんですが、原作っていうのはちょっと違うか。大元、パソコン版では2部構成になっております。2部構成。うん。まあ、改めて言っちゃうと、今、一番最初の回想のシーンみたいなのがあったと思うんだけど、セピア色のね。あれが、イントロダクション、何だっけイントロダクショナリーチャプターだったっけな。つまり序章です。うん。この学園の学園祭を舞台に、まあメインの登場人物3人が、出てきます。その3人のお話です。で、その後、それの何年後やったっけな。その後に第2部、クローズド、何やったっけな。なんちゃら、クローズチャプターやったっけな。なんかそんな名前のやつが、ありまして、パソコン版、まあエロゲ版は、これ2つ発売されました。最初と、2個目と。で、一応このゲーム、そのね、始まりの3人だけの物語ではなく、他にも攻略対象のヒロインがいます。ただそれは、後半、第2部からの登場になるんで、基本的に、今回、このね、前半、第1部の部分に関しては、特に攻略、その好感度稼いだりとか、なんか会いに行って会話を広げてみたいなのはありません。うん。だからまあ、そのままスーっと、ね、やっていく感じになりますから、まあ、お楽しみください。うん。まあ、正直言えば、自分でやっていただくのが一番いいんですけどね。何回も言うけど。でそれが一番楽しいに決まっとんもん。だって。そうでしょさて、行きましょうか。たった5分早く来るだけであの不快で嫌味で市場あふれる説教を聞かずに済むけど、考慮してみる気ないのか。ま、心の隅にでも留めておいてくれればいいや。それじゃ今日も一日頑張ってこうぜ。秋深し、隣は何もしない人。はい、じゃあ次こっち向いて笑って。去年一昨年と連続優勝。当然今年は3連覇の期待がかかるわけだけど、そのあたりの意気込みは？初心を忘れず頑張りますと。今回のコンテストでライバルはいますか？また注目している人は？次は悪い、そっち向いてくれる？横顔も撮っておきたいんで。はい。参加者の誰もがライバルですと。じゃあ最後に自己紹介をお願いします。ああ、自己紹介だけはサイトにそのままボイスをアップするから、直接これに喋ってほしいんだけど。ボイスレコーダー？アップするのは北条の学園内ネットだし、一応セキュリティもかけてダダ漏れにはしないつもり。まあ嫌なら文字コメントだけでも構わないけど。実行委員さん？いや、実行委員はこいつだけで、俺は単なる手伝いなんだけど。 E 組の速さか、よろしく。そうなんですか。それでですね。あ、いた春樹。うちの屋台の許可ってどうなった？それなら昨日通しといた。申し送り事項は全部まとめて部長に渡したから。お、サンキュー。いつも悪いな。と話の腰を折ってごめん。で、なんだっけ？今さらこんなこと言うの本当に申し訳ないって思うんですけど。あ、
私今年は辞退ってわけには。なんで？もしかして前からこういうイベント自体が嫌だった？でも去年も一昨年もエントリーしてたのに。あれは友達が勝手に。私は最初からあまり気が進まなかったんだけど。そうは言ってもさ、入学して以来2年連続優勝なんだぜ。それを今さら。まあ待てって近し。春樹。なあ小木曽。はい。あのさ。見つけた、北原くん。パンフレットの構成なんだけど。それは今夜中にやっとくから、もう週明けで印刷所押さえといて。ありがとうオニキル。明日の午前中までに打ち出しといて。一切了解してるから。ごめん、また話の腰を折った。それはいいんだけど。エントリー条件には次戦他戦を問わずとあるけど、もちろん本人の合意が大前提だ。小木曽が嫌だったらエントリーは取り消す。おい、それは困るって。実行委員だろうが生徒会だろうが参加を強制していいわけないだろう。しかし学園祭は所詮お祭りだって覚えてるか？また始まった。俺は単なる手伝いだからなるべく口を差し挟まないようにしてたけどな。いや、思いっきり挟んでたから。結局お前が全部取り仕切ってたじゃんかよ。だってお前ら見てられないし、本番までもう2月を切ったってのに、なんでそんなにのんきなんだよ。お前が心配性すぎんだよ。それより話を戻すぞ。参加の強制は NG、 異論は？それに小木曽だっていろいろ気苦労も多いようだし、あまり有名になりすぎても困るんだろ。お、北原。悪いんだけどな、これ西山に届けてくれないか？あいつ今日病欠しちまって。ああ、今日帰りに寄っとくよ。渡すだけでいい？悪いな、明日が提出期限なんだ。それって明日も休んだらどうするつもりだよ。いいよ、回収もやっとくから。そうか、頼めるか？ほんとすまん。じゃあよろしくな。教師相手にも駒使いにされるってマジでとんでもねえやつや。悪い、何度も何度も。そんなこと。とりあえずエントリーは取り消しだ。それでいいよな、近し。まあな。いろいろとぶしつけなことして悪かった。それじゃごめんな、小木曽。よし、次行くぞ次。今日中に回れるところだけ回っとこうぜ。次は西の柳原だな。今日はここまでにしとくか。さっきまでの無駄な責任感はどうした？実行委員さん？何？のお手伝いさ。俺？ですね。うん。危険撤回します。3年 A 組小木曽刹那です。今年もよろしくお願いします。やっぱり責任ってものがあるよね。私の場合は選んでもらったものとして。無理してない？してるけど大した無理じゃないから。比較的。そうで、それを伝えるのにわざわざ俺じゃなく春樹を指名する理由は？それじゃさよなら。また明日。ああ、また明日。またね。結局単なる気まぐれだったのかな。俺お前を尊敬するわ。その背中で語る様に。そんなにしょぼくれてるか？
やってるやってる。お疲れってなんだよ、竹谷だけか。他のメンバーはどうした？親友らしい遠慮のない嫌味をありがとう。週に2度しか使えない第一音楽室。そこで何の準備もせずに佇んでいたのは、軽音楽同好会の部長と2つ隣のクラスの同級生と、腐れ縁の親友の一人だった。で、どうだった？ダメ、全然ダメ。めぼしい奴らはほとんど別メンバーで参加してるし。だよな。我らが同好会が空中分解してから2日間、女絡みで崩壊した友情が修復することは経験上最初から当てにしていないはずの竹谷は、どうやら新メンバーを探して奔走していたようだけど、ベースの天才もドラムの天才もキーボードの天才も極めつけの美少女ボーカリストも実は空想上の生き物だったんだよ。どうしてお前はベースの経験者とドラムの経験者とキーボードの経験者とちょっと可愛いボーカリストを探そうとしないんだ？主にどうしようもある理由で結果は芳しくないようだった。夢は大きく持ちたいだろう。今俺たちが話してるのは将来の壮大な夢じゃなく、一月後の切羽詰まった現実だと思ってたんだがな。もう諦めるか。潔っ！お前今どう発音した？問題発生してからわずか2日だぞ。あがくというにもおこがましい期間だろ。たった2日ではあるけどな。本番までもわずか1月と10日くらいなんだよ。最初から無理だったんだよって結論を出すのに2日は長すぎたかもしれないな。でも竹谷、お前この3年間の集大成だってあんなに気合い入れて。それこそ3年になるまでギターの経験がなかった俺を無理やり同好会に引き入れて補欠要員に当てるくらいに。確かに集大成だった。もうステージ上でのサインも決めてたしな。だったらこう親指一本を立てた時は稽古へのサインでさ、お前だけのために弾くぜという意味で。は？手拍子取ってる時はレーナへのサインで、前に出てきて手を振ったらユウへのサインで、あと立てて弾いてる時はのぞみへのサインで。集大成になるはずだったんだけどな。何を集めるつもりだったんだよお前は。ステージ終了後の楽屋が怖すぎる。前から言おうと思ってたんだけどな竹谷。今日こそははっきり言わせてもらうぞ。前から何度も何度もはっきり言われてるから、今更余計なこと思わなくていい。だいたいお前本命は？ストップ！そこから先は親友といえども聞く耳持たない。竹谷。それにこれ以上春樹の負担を増やしてもしょうがないしな。俺は別にただ適当に参加してるだけだし。今はそうだけどな。でも周りの人間に困ったことがあるとすぐに場を仕切り始めるから、お前は。そんなことは自分の意思でやってることだし。そんなことはないけどと自分でもとても言えないという現状にちょっと驚愕。うちらの手伝いだけじゃなく、学園祭の表実行委員に裏実行委員にウェブ担当にクラス委員と図書委員と、しかも全部ヘルプで。なんか嫌な気分になってくるから、それ以上はやめてくれ。役職を上げられるだけで今夜のスケジュールが頭の中で組み上がっていく。2時間寝られればいい方かな。
俺だってさ、自分のことしか考えてない自己中みたいに見えるけど、これでも親友の心配は人並みにしてるつもりなんだぜ。前半に関しては全面的に同意だけどな。チェ。とはいえ後半だってまるっきり否定するつもりはないし、まあ確かに女の子関係で便利に使い倒されることは失礼、それこそ人間の三大欲求の残り2つの頻度くらいに発生する事態ではあるわけだけど、でもこいつの場合まるっきり嫌味がないし、何より俺に自分の残りを紹介しようとする親切心がある。それを親切心と表現していいかはまた微妙な判断だけど、とにかく俺のことを気にかけていることだけは間違いない。それに1年前まではここまで色々とはっちゃけた人間じゃなくて。なんだこれ。なんだろうな。いつの間にか会ってた。竹谷が窓の外に顔を出し、隣の音に耳を傾ける。俺のギターとシンクロしているピアノの音色に。最初に気づいたのは2月ほど前。そもそも本番でメンバーに数えられていない俺は、みんなで合わせている時には参加せず、全員が帰った後に一人個人練習をすることが多かった。何度もつっかえてようやく形になって、一人エッチに入っていた時、その伴奏は自然にやってきた。俺の音にいたずらしているようにも、俺を導いてくれているようにも、腕の違いを見せつけているようにも聞こえる不思議な音。たまにピアノじゃない時もあるんだよな。ベースだったりドラムだったり。先週はいきなりサックスが重なってきてビビったっけ。隣もバンドやってんのか。さあ、でも合わせてるの聞いたことないな。どれも一人でやってる感じ。だからこそこっちが一人の時を狙って介入してくる。どうやらよほどの暇人らしい。にしてもとちんねえな。それもいつものこと。どんな楽器でもどんな曲でも向こうがミスっているのを聞いたことがない。やっぱり練習時間が有り余っている。よほどの暇人なのかも。なあ竹谷、提案があるんだけどさ。無理だ。まだ何も言ってないけど。第2は音楽家のテリトリーだろ。俺たち普通科のお遊びには付き合わねえって。そうか。用意された答えはあまりにもかゆいところに手が届いていた。ほんと殿様だよな、音楽家。学年に1クラスしかないのに音楽室を2つも独占しやがって。北条大夫の音楽室はこっちの本館に第1と第2、向かいの新館にこっち2つをつなげたくらいの特大の第3と全部で3つも用意されている。けれどそのうち第2と第3は学年8クラス中1クラスしかない、音楽科専用で、他の部活や同好会は狭い第一音楽室を分け合うしかない。まあ将来音楽で飯を食う野望を秘めたやつらの巣窟だし、学校側も相当に力を入れてるしで仕方ないんだけど、でもそんな事情を普通科の人間が愉快に感じるはずもなく、普通科と音楽科の仲の悪さはすでに伝統となっていた。女子はお嬢様ばっかだから簡単に引っかかると思ったんだけどな。すぐにレッスンがどうとかコンクールがどうとか。こいつの場合どうやらそれ以外にも根深い問題を抱えてそうだけど。
それを差し引いても望み薄だな。特に今年の3年はかなりレベル高いって話だし。そうなんだ。なんでも松川ってやつが春の全国コンクールで3位入賞だって騒ぎになってたし。じゃあ隣はその松川くんかな。確認してないのかよ。何度もお手合わせしてんだろ。鍵かけっぱなしなんだよ。ドアの隙間も全部カーテンで遮られてて。えらく人見知りだな。秘密特訓でもしてるんか？さあな。お隣さんに興味がないって言ったら嘘になる。しかもこうして鉄のカーテンを引かれると余計にだ。素人耳には完璧にしか聞こえないピアノ。それより少しは落ち着いてるけど、きっちり合わせてくるベース、ドラム、サックス。もし一人でやっているとしたらありえない、多芸多彩。天才芸術家とは違うかもしれないけど、天才芸人であることは間違いない。今まであまり接点がなかったからよく知らなかったけど、北条大附属音楽科侮りがたし。にしても。分かっちゃいたけど、お前うまくなんねえな。お前がいちいち話しかけるからだよ。こいつやっぱ親友じゃないから。自己満足的に熱いセッションをこなし、西山宅でちっとも病気じゃない和志を説教してたら、いつの間にか秋の夕暮れは赤みを消していた。学校から2番目に近い末次町駅前は、学生たちの歓楽街を最寄り駅の南末次に譲り、来るたび変わり映えのしない光景を映し出している。鮮やかな店内の照明を一気に落とし、駅前の静かさをさらに増幅させる花屋の主人。スーパーの店先で一生懸命、品出しに励む三つ編みの少女。杖をつき、ものすごくゆっくりとした足取りで思いっきり目的もなさそうに行き来を繰り返す老人。春樹？あら。ああ、いいよか。と、そこで珍しい人間に会った。いや、学校で会う分には珍しくもなんともないけど。どうしたのこんなところで。こっちの駅あんたんちの反対側じゃなかったっけ？水沢伊代。1年の時に、竹谷から中学からの腐れ縁と紹介されて以来の付き合い。そっちこそ俺と同じ方向のくせに。予備校がね、こっちの方でね。こいつがあれか、竹谷の本命か。現在は引退してるけど、女子バスケ部でキャプテンを務めていたほどの運動神経と統率力と俺以上のおせっかいさを併せ持つ逸材。ああ、そういえば上への推薦やばいんだっけ？3分の2は通るってのに。やかましい。コツコツやってる卑怯者は余計なこと言うな。学生の本分を計画的にこなして何が卑怯か。なんだけど、成績や細かさで優位に立てるおかげで異性として苦手意識を感じさせない貴重な友人の一人。そういや、小木曽ってイオと同じクラスだよな。なんで急に？いや別に。現在3年 A 組に在籍中。何？刹那に興味ある？春樹もやっと女の子に人並みの関心を持つようになった？そう、こういうデリカシーのないところとかが貴重。俺は前から人並みだ。
俺ほど男子学生の平均点に近い人間はいないぞ。比較対象のせいで僕年人に見られるだけだといういつもなら絶対に口をついて出る、弁解は、初版の事情を鑑みて自粛しておいた。そっか、とうとう春樹にも名前通りの季節がね。あんたあの豆さをそっち方面に発揮すれば竹谷なんか目じゃないくらいモテるよ、きっと。そういう意味での振りじゃなかったんだけどな。にしてもいきなりハードル高くない？最初は竹谷に紹介された子くらいから始めればいいのに。たった一言でどれだけの方面に喧嘩を売れば気が済むんだ、その発言は。こういうデリカシーのないところとかがいろいろ問題で。だって刹那だよ。2年連続ミス北条大夫だよ。3年連続優勝はあの子しかいないってもっぱらの噂だよ。噂にしては角度が高いな、それは。何しろ他の参加者が優勝したらそれは初優勝だし。それに思いっきり身持ち固いよ。初心者に崩せる相手じゃないと思うけどな。詳しいの？誰か付き合ってる相手でもいるのか？付き合ってる相手どころか誰とも付き合い悪いんだよね。帰りに買い物やカラオケ誘ってもほとんど来ないし。だろうな。詳しいんだ。いや、昨日知り合ったばかり。ただそれだけ。まあいっか。俺がそんな態度で話は以上とばかりに口を閉ざすと、イオはきっちり空気を読んでくれる。あ、そういえばさ、あんたたちの同好会学園祭の出演やばいんだって。まあな。という評価は俺の見込み違いだったらしい。また竹谷のいい加減な口車に乗って貧乏くじ。そろそろ学習すればいいのに。そんなにいい加減かな、竹谷。あいつはあいつなりに。何しろ長い付き合いだからね。あのバカの行動なんて大抵は読めるよ。どうせ今度も女の子関係のトラブルなんでしょ。長い付き合いなやつがだんだんとあいつの性格を今の形に歪めていったとは思わないのか？なんて言葉はもしかしたら目の前の女とまだ4年間一緒にいる可能性を鑑みて、口には出さないでおく。では次は早坂くんお願いします。はい47ページ5行目。サンキュー。ちょろっと待っててくださいね。細いシャープペンシルの芯をカチカチと伸ばし、意味もなくノートの上を走らせる。たけし、じゃあチカシか。チカシの無事を確認すると、俺はもう一度手元のプリントの束に目を落とす。10時演劇部、11時吹奏楽部。休憩時間15分だと入りきらないか。でも10分じゃ。学園祭当日のステージプログラムを前に無駄にうねってみせる俺。明日の朝が、ステージイベントプログラムの最終入稿。つまり今日が実質上のエントリー最終締め切り。今日より後でも変更や追加は聞くけど、これを逃すと、事前告知に間に合わず校内ホームページでの告知だけになってしまう。演劇から演奏への切り替えに15分。
演奏から演奏なら10分。これでどうだ？だからこの時点での精度はできるだけ詰めておく必要がある。学園祭実行委員でもプログラム作成担当でもない、本当なら何の権限もないこの俺が、そんな理不尽とやるせなさも感じないではないけど、それよりも湧き上がる無駄な責任感と石灰癖はどうやら自分でも制御不能な域に達しているようで、フォント変えれんがんかねこれマジでなんか知らんけど読みにくい。フォント変えれんよな。これ向き不向きなんだろうな、きっと。めちゃくちゃ読みにくい。なんで？けれどそんな学園祭実行委員代理補佐としての目がふと素に帰ってしまう瞬間がある。15時、軽音楽同好会。軽音楽同好会補欠の俺が軽くため息をつく。竹谷に言われて俺がエントリーしたのはステージイベント参加者募集の開始日だから、ステージがきちんと盛り上がり、しかも告知しやすい区切りの時刻を取ることができた。あの時はこれくらいの見返りはないとなとちょっと得意になってたものだけど、今となっては赤ペンのキャップを抜くと15時の部分に20線を引こうとして止まる。今日止めないとプログラムに載ってしまう。けれど今日ここで掲載をやめるともうモチベーション的に同好会の復活はないだろう。聞いて後悔するか進んで玉砕するかなんて今の状況じゃどっちで考えてもネガティブな答えしか出てこないのが。はい、ありがとう。ではその次、後ろの席の人。あまり授業に集中していなかったせいでその指名に一瞬ビビった。けどよく考えたら俺は近しの斜め後ろであって、要するに近しの後ろの席とは不愛想な俺の隣人のことであり。どうしたの？そして俺は再び内心でビビる。確か近しの時が47ページ5行目で、そこから大して時間が経過していないことを考えると、そうだ、近しに聞けば。寝た。任務が終了した瞬間にまた気を失ってやがる。トーマさん？すいません、聞いてませんでした。席順で当ててることを考慮に入れてなかった。悪い、俺も聞いてなかった。お隣はいつも授業なんか聞いてるわけがないんだから、これはフォローできなかった俺の責任だ。お隣も助けてくれなかった俺を恨みがましい視線で見つめている。という意図の目つきじゃないけどな、あれは。どう見ても呆れてるというか。トーマさん、あなた最近ちょっと集中力に欠けるところがあるわね。やっぱり普通。今度から気をつけます。すいません。どうぞ授業を続けてください。私のことでしたらお構いなく。にしても相変わらずなんというか、ここまで社員のない謝り方をする人間も珍しいよな。では授業を続けます。じゃあ次は隣。
隣は窓際だから、隣の隣は右隣だけ。でもって、隣の右隣はつまりここの。続きをお願いします、北原くん。はい。ちょっと待ってください。49ページ16行目。え？秋深し、情けは人のためならず。ていうか、分かってんならちゃんと自分で読んでくれ。よかった。今日もいた。こっちはもう誰もいないか。週に2度しか使えない第一音楽室。けれど来週からは、竹谷に無理やりこの音楽室に連れ込まれたのは4月。クラス替えで2年間の腐れ縁がようやく切れたと思ったその始業式の日だった。女を口説く環境づくりに余念のないあいつと違って、俺は単なる文章好きの文学学生だったから、最初はコードの存在すら知らなかった。まあ今でもそんなに上達しているかと問われれば、様々な観点から総合的に評価して首をひねる程度だけど、俺以外に集まった面々も別に音楽を本気でやっている風ではなく、ただ最後の学園祭でいい感じに目立ちたいって感じで、そんな適当な仲間にも俺は全然ついていけなくて、迷惑をかけたという程度には相手にされてなかったけど、それでも、指が徐々に動くようになり、コードが確実に抑えられるようになり、自分で聞いててもなんだか普通じゃねくらいには感じられるようになり、結局最初からの予定通り俺は裏方に回ることになったけど、なんだかんだ言って竹谷は俺を見捨てず、しつこい俺の質問にもある程度丁寧に答えてくれた。とはいえ結局そのリーダーのとある判断が4月に発足した軽音楽同好会を半年で潰してしまった。ま、いっか。今日はこっちの趣味に付き合ってもらうからな。何しろ最後だし。俺が一番最初に練習して最初にとちらずに弾けるようになった、失礼、俺あれか、オート進行だ。これ曲があるからオート進行なんだ。頑張って読んでくれ。翻訳の方はごめんなさい。そうくそ早いんだよありがとう音楽家くん。だからこれがあれなんだよな、最優秀賞尾形里奈。もう海外デビューしてね、むちゃくちゃすごいことになっちゃってね。その時点の森川由紀、ちょうどそのなんだろう、まあホワイトアルバム1の世界で、あれこれやっとった音楽祭のね吸ったもんだってのが、ちょうどこいつらが、子供の頃にあった出来事なんだよね。お、すげえ合わせてきた。
あれ、もしかして小木曽。状況が読めない。俺の喋りがうるさかったかもしれんね。俺のあれがうるさかったかもしれんね。申し訳ないね。何が起こったかっていうと、とりあえず春樹が、ホワイトアルバムをギターで弾きました。隣の人が、誰かわからんけど、隣の人がピアノで合わせてきました。それだけはいつも通りだったんだけど、それともう一つ、どっかからその音楽に合わせて、歌う人が出てきましたということで、今に至ります。それでなんかふっと思い至って、来ましたと、そんな感じ。スムーズオートの流れ、セリフ音声感、あ、なるほど、そういうことか。なるほどなるほど。実行委員さんのお手伝いさん？失礼。ボーカルがよりにもよって絶対見つかるはずがないと思っていた極めつけの、美少女ボーカリストが。もしかしてあなたがギターの人？俺の目の前に立っていた。さあ始まったホワイトアルバム、第1部ですね。これがね、だって今でもね、今年2023年、コロナ禍でちょっと延期しとった学園祭っていうのが12月に確か、イベントとして開催されるんだよね。アニメもやったからね、テレビで。それが根強く人気があってさ、本当にこの作品めちゃくちゃいい作品なのよ。めちゃくちゃの、本当にいい作品なのよ、これ。やべえな、本当に。伝説に残る、本当にもう歴史に残る作品だからね。動かない恋か。確かオープニング。あれがね、いろいろあるわけですよ。まあ、今回第1部に関してはこの3人の、ものになります。この3人で、まあもうオープニングネタバレしとるけど、この3人で音楽祭をやりましょうよっていう流れでございます。結構これオープニングのこの映像はここから始まる本編をかなりはしょっとるんだけど、これ見たら大体何があったかっていうのは分かるんだけど、まあそれをねもっと細かく、そして深く、皆様苦しむ準備をしましょう。本当にね、苦しむ準備をしましょう。別になんか人が死ぬわけでもあれこれするわけでもないから、ただただイントロダクトリーチャプターか、ただただしんどいだけだから、苦しもう。小木曽、なんで？もしかして聞いてた？聞いてたって。何の理由もなく息も絶え絶えに屋上に駆け上がってくる人間がいたら、そっちの方が怪しいと思うんだけど。ごめんなさい、今の忘れて。忘れてって。
ここで歌っていたことを、それとも間抜けな質問をしてしまったことを？あ、ほら、なんていうか、ちょっとだけ調子に乗って恥ずかしいことしちゃって。最初はね、校庭を見てたの。ほら、陸上部とかテニス部とかハンド部とか。ああ。そしたらね、下の階からなんだか聞き覚えのある曲が聞こえてきて、うん。なんだか嬉しくなってきちゃって。実はすっごい好きなんだ、ホワイトアルバム。ちょっと。俺も生まれて初めて自分の小遣いで買った CD。 ごめんなさいね。なんだか嬉しくなってきちゃって。実はすっごい好きなんだ、ホワイトアルバム。ちょっと古いかもしれないけど。そうなんだ、気が合うね。ああ、そうじゃなくて、だからあのさ。はい。今度の学園祭。学園祭？あ、コンテストのこと？いや、そうじゃなくて。忘れた。いや、小木曽さっき忘れてって。ああ。何言おうとしたんだよ、俺。それじゃあ行くわ。邪魔して悪かった。もうやめようって決めたんじゃないか？決めたんじゃないか？邪魔だなんて全然思ってないよ。俺の拙いギターに完璧なピアノがついて。ありがとう。しかも最後の最後に綺麗なボーカルまでついて。こんな幸せな締め方ないんじゃないのか？こっちこそありがとう。諦めろ。小木曽の事情を考えてやれよ。じゃあまた明日。目立つことが嫌いでミス北条付属にも参加を渋ったくらいなんだぞ。さよなら。また明日。それがステージに立って皆の前で歌うなんて、そんな派手すぎる真似ができるわけないだろう。あ、ちょっと。実行委員さんのお手伝いさん？それなのに。あのさ。はい？軽音楽同好会入らない？学園祭出るんだけどボーカルがいなくて。なんで言っちゃうんだよ。俺のバカ。